こんにちは、作曲家ギタリストの黒沢大輔です。今回の動画はなんだかんだで使ってしまう Waves プラグインという内容でお届けします。よくいただくご質問として Waves って持っておいた方がいいんですかとか、あとは種類が多すぎてわからないというものがありますので、そういった質問にお答えしつつ Waves のプラグインを紹介していきます。ではまず Waves のプラグインを持っておいた方がいいのかという質問に関してですが、個人的には今の時代にわざわざマストで買わなきゃいけないプラグインではないと思っております。10年前、20年前ぐらいまではプラグインの数も少なくて、ほぼ Waves が一強だったという歴史がありますので、その世代の人たちは Waves を使ってきたし、今回自分がなんだかんだでまだ使っちゃうよねっていう Waves があるのと一緒で、いいものは今でもいいっていうのはあるんですが、今の時代はかなりいろんなメーカーから似たようなプラグインだったり、さらにより良いプラグインだったりとか、いろんな選択肢があるので、わざわざ Waves を新規で買う必要っていうのは昔ほどはなくなったかなと思っています。もちろんエンジニアさんとかミックスをなりわいとする方は業務用のスタジオにプロツールズが標準とされているのと同じようにほぼほぼどこでも Waves が入っていると思うので、そういったスタンダードになれるという意味では意味はあるのかなと思っております。まずは自分が持っている Waves のバンドルの紹介ですが、基本的にはプラチナムというバンドルを持っています。それに API だったり、CLA を追加している感じですね。ちょっと他にもあったかもしれないですけど、基本的にはそのセットを持っています。そして見ていただけると分かる通り、プラチナムだけでもこんなにすごい種類があるので、結構迷ってしまうと思うんですが、その中からいくつかピックアップして紹介していきます。まずは低音系ですね。低音を増強するプラグインで、自分がよく使うのは2種類あって、まずは R ベースですね。これは非常にシンプルなインターフェースで、ここで帯域を選択してここでローをブーストすると。では聞いてみましょう。まずはかけていない状態から。はい、こんな感じで分かりやすく、低音が増強されますね。で、意外と他のメーカーでもこういったシンプルでなおかつそうそれっていうような帯域をブーストしてくれるプラグインっていうのが意外と少なくて、やはりこの R ベースのかかり具合が好きでよく使ってしまいます。で、同じような低音増強系のプラグインとして MAX ベースというのもあります。こちらも使い方は同じような感じですが、かかり具合がちょっと違うので聞いてみましょう。はい、こんな感じで、個人的にはエレキベースに対しては R ベースの方が好きかなと思っております。で、ベース以外にもこれ結構使えるので、例えばキックとかですね。キックに関しては MAX ベースの方が自分は好きですね。聞いてみましょう。はい、こんな感じで、今何も加工してないキックにかけてましたが、こんな感じで胸にドスンとくるような帯域をブーストすることができます。で、EQ でも上げられはするのですが、やはりここら辺の帯域ってなかなか今みたいな感じに上がってくれないところなんですね。やはり EQ でこうするよりも MAX ベースとかで上げてあげた方がスムースな感じで上がる気がしています。ちなみに同系統の
低音系のプラグインとしてプラグインアライアンスの、ベースミントというのがあるんですが、こちらも全然悪くはないんですが、つまみとかが多くて微調整ができる反面ちょっと利便性に欠けるかなと思っているので、かかり具合の違いとかもありますし、個人的には低音系にはやはり Waves を使ってしまうことが多いですね。はい、続きましては API の2500というコンプですね。これをシミュレートしたプラグインは他社にもいろいろ種類があるので、Waves じゃなくてもいいのかなと思いますが、Waves のこの API のかかり方が結構好きで、サウンド的にもちょっとカリッとしたサウンドにしてくれるので、そのあたりも気に入ってます。で、使い道としては自分はドラム全体のパラレルコンプという用途に使うことが多いです。これは実際にアーチエコーのメンバーの方がチュートリアルでやってたやり方と全く一緒なのですが、アタックとリリースを最速にしてレシオも10対1と非常に高めに設定します。そしてこの状態でコンプをかけていくとかなり激しいコンプがかかるはずです。では分かりやすいように一旦このぐらいかけすぎぐらいかけましょう。そしてこのかけすぎたコンプですとドラムが引っ込んだ状態になってしまうので、このミックスというつまみを使って原音と混ぜていきます。イメージとしては原音の方が多めでやるとうまくいくかなと思っています。まずはミックスを0にして原音が 100% の状態からスタートします。はい、この状態でじゃあかけているのとかけてないのと比べてみましょう。音量が同じぐらいになるようにちょっと今トリムで調整しています。まずはオフの状態。はい、こんな感じで特にスネアとか、トップのシンバル系とかかっこよくワイルドなサウンドになったかなと思います。で、このミックスやトリムっていうのは割と最近のバージョンアップした状態で、ついた機能になります。ですのでリリースから結構時が経っていてもちょっとそういったマイナーチェンジとかも加えてくれるのが Waves の特徴でもあると思います。で、この API シリーズの流れで紹介すると他の EQ とかも結構好きで、この2500と 550AB というのがセットになっていると思いますが、 B の方とかこれはシンプルに EQ なんですが、これもかかり具合が好きですね。ベースとかに、この180、240とかそのあたりかけると結構いい感じになるかなと思ってます。聞いてみましょう。はい、こんな感じでブーストは 2JC ごと細かい値は設定できないのですが、このようにざっくりと大胆に音作りをするときは便利かなと思っています。そして A の方も同じような感じでかかる帯域とかがちょっと違うという感じですね。そして自分はあんまり使わないですが、グラフィックイコライザーの方もあったと思います。こちらの方も結構使っている人見ることは多いですね。続きましてよく使うプラグインとしては RVOX ですね。R シリーズというのはルネッサンスシリーズという名前でして、ルネッサンス EQ とかコンプとかいろんな種類があるんですが、先ほどの R ベースも一緒ですね。この中のシリーズで VOX という、その名の通りボーカルに適したパラメータになっているコンプです。で、こちらも R ベースと同様に非常にシンプルな構成になっています。このようにコンプのスレッショルド
と、あとは音量ですね、ゲイン、レシオとかアタックタイムとかは自動で設定されています。でこれをその名の通りボーカルに使ってもいいですし、自分の場合はこういった今収録している YouTube の音声を編集するときに使っています。ではこれもゼロの状態から少しずつかけていきましょう。こんにちは、作曲家ギタリストの黒澤大輔です。今回の動画はトゥーントラックスーペリアドラマー3の拡張ドラムキット。こんにちは、作曲家ギタリストの黒澤大輔です。今回の動画はトゥーントラックスーペリアドラマー3の拡張ドラム。こんにちは、作曲家ギタリストの黒澤大輔です。今回の動画はこんにちは、作曲家ギタリストの黒澤大輔です。今回の動画はこんにちは、作曲家ギタリストの黒澤大輔です。こんな感じで、お手軽にコンポをかけることができますので、スピーディーに音声とかを編集したいときは非常に便利だなと思っています。続きましてはダブラーですね。これは似たようなプラグインが他のメーカーからもたくさん出ていますので、わざわざダブラーじゃなきゃいけないっていう感じも全くしないのですが、モノラルトラックをシンプルにステレオっぽくするという時に使っています。ではこれもオンオフして聞いてみます。はい、このような感じで広がり具合とかも調節できます。で、メインのこういったリードトラックにかけてもいいのですが、自分の場合はハモリとかの方にこれを入れてあげるのが結構好みです。まずはない状態でメインとハモリを聞いてみましょう。このような感じでダブラーをかけてちょっと音量下げてあげると一歩後ろに弾いてくれる感じがするので、メインのトラックとどっちが主旋律かなっていうのが差別化しやすいと思っています。続きましては定番中の定番ですが S1 ですね。これはステレオのトラックをさらに広げるようなプラグインになっています。では聞いてみましょう。はい、こういった感じで広がりすぎてるトラックをちょっと中心に寄せる使い方も使えますし、これも単純明快で便利なプラグインかなと思っています。先ほどのダブラーとの違いとしては S1 の方はもともとステレオで広がりがあるトラックをさらに広げるというような役割で使う方がいいかなと思っています。モノラルのトラックに S1 をかけても広がりが得られないと思いますので、そのあたりの使い分けは要注意かなと思います。これも他のメーカーから似たようなプラグインがたくさん出ているので、わざわざ S1 じゃなきゃいけないっていう感じはしないですが、参考にしていただけたらと思います。はい、続きましてはこれも定番中の定番ですね。L1 リミッターです。これはもともとリミッターですので、ここで上限の音量を決めてスレッショルドを下げれば音量が上がるという使い方になっていますが、現代で一般的な使い方としてはリミッティングされた時に生じる歪み感とかを活かす使い方が多いのかなと思っています。では試しにスネアにかけてみましょう。はい、このようにスレッショルドを下げると音量が上がるけどフェーダーは赤くランプがつかないという使い方が元々の使い方ですが、この真ん中のリンクというボタンを押しながら下げるとこのアウトシーリングも一緒に下げれるので、音量を上げずにこのリダクションだけを増やすことができます。はい、こんな感じでよくある使い方としてはちょっとここが赤がつく程度にしてこのサチュレーションを得るという使い方ですね。かなりわずかな違いですので、もう一度オンオフで聞いてみましょう。
はい、こんな感じでちょっとしたサチュレーションを加えることができます。でこれに関しても、現代でわざわざ L1 でこの歪みを得なきゃいけないのかとも思わないので、他のサチュレーションプラグインとかで使うのでも全然いいと思いますが、やはり古き良き馴染みのあるサウンドという意味で、現代でも L1 をこういったアタックの強いトラックにうっすらかけたりとかするやり方を見ることがあります。で最後に、これはエフェクトではないですし全然必須でもないのですが、この VU メーター個人的に好きでマスターに入れています。これをマスターに常に入れておくと全体の音量を監視することができるので、ここでヘッドルームの値を設定して、今は16に設定しています。そして全体の音量がこの0前後になるようにしながら曲を作ったりしています。ちょっと全体鳴らしてみましょう。はい、こんな感じで非常に見やすいですね。今はちょっと大きめかなと思いますので、作ってるうちにこのような感じになっていったら、フェーダーを全体的に下げたりして調整しています。今は16に設定しているので、多少超えても全然問題ないかなとは思っています。で、ラウドネス系のメーターは、ロジックとかにもありますし、各 DAW にデフォルトであったりしますが、このウェブスのメーターの見た目が好きだというのと、あとは結構大きくしたりとかもできますし、こうアナログっぽい動きをしてくれるのが、気持ちが上がるかなと思ったりもしています。わざわざこれ単体で買う必要は全くないと思いますが、バンドルに入ってきたら使ってみるのもいいかなと思っています。はい、以上がなんだかんだで今も使っている Waves のプラグインをいくつか紹介しました。他にもいろいろ昔は使ってたみたいなのもあったのですが、今パッと思いつくのがこれらのプラグインでした。全体的にわざわざこれを買う必要はみたいなことを言ってしまいましたが、参考にしていただけましたら幸いです。こちらのチャンネルではこういった機材の紹介とか音楽の作り方を紹介しておりますので、気に入っていただけましたら高評価やチャンネル登録などをお願いいたします。ありがとうございました。